こんにちは、大家好。なるです。今回はみんなが大好きなお金の話。冗談です。でも皆さん、お金の話は気になりますよね。ちなみに日本でお金を表現したいときは、このポーズをします。お金。はい。今回は日本で1ヶ月生活をするのにいくらかかるのかを皆さんにシェアしたいと思います。これから仕事や留学で日本に来る予定がある人、いつか日本に住んでみたいという人、ぜひ参考に見てください。すでに日本で生活をしている人はぜひ比較をしながら見てください。この動画では日常生活で使う食費やインターネット代などの日本語もいろいろ出てくるので、ぜひ勉強しながら見てください。それではスタート。もしこの動画が早い、遅いと感じる人は YouTube の設定から速度を変更することができます。調整して聞いてください。今回紹介するのは去年2023年の12月。この1ヶ月の生活費です。生活にかかるお金を生活費と言います。12月はクリスマスがあったり、お正月の準備があったりしたので、そこも考慮して参考にしてください。何十何円の細かいところは省略して伝えるので、大体の生活費だと思ってください。今回は節約などを考えないで本当に自由に過ごした1ヶ月です。私はもう合計の金額を知っているんですが、ちょっと節約した方がいいかなと思いました。はい、ここでクイズです。私が日本で1ヶ月生活をするのにいくらかかったでしょう？予想してみてください。答えは一番最後に言うので、ぜひ最後まで見てください。今回私が生活費をメモするために使ったアプリ、ダーク家計簿。こういう生活費や収入をメモするノートやアプリのことを家計簿と言います。その家計簿に何日いくら使った、こういうメモすることを家計簿をつけると言います。皆さんは普段家計簿をつけていますか？私は今回このアプリで初めて家計簿をつけました。このアヒルのアイコンが可愛いですよね。これ全然案件ではないんですが、使いやすかったのでおすすめです。私も学生さんにおすすめされて使い始めました。すごくシンプルでわかりやすいんですが、可愛いデザインなので、よかったら皆さんも使ってみてください。それでは本題に入りましょう。年齢や身分によってかかるお金が違うと思うので、まずは私の状況を簡単に説明します。私は20代後半の日本人で社会人です。今は付き合っている彼と一緒に日本に住んでいます。同棲をしています。このうちの周りはアパートや家ばかりの住宅地で、近くには小さいスーパーとコンビニが2つぐらいしかありません。駅までは歩いて30分ぐらいかかります。どちらかというと田舎の方です。まずは家賃です。家賃は3万円です。3万円は結構安い方ですね。今いろいろ理由があって安く住まわせてもらっています。そこに水道代と電気代の5000円を合わせて合計で3万5000円ぐらい払っています。あとはこの場所、インターネットの調子があまり良くないので、ポケット Wi-Fi を契約しています。見せますね。これがポケット Wi-Fi です。このインターネット代が1ヶ月で1万円ぐらいです。SNS とか LINE を使うぐらいだったら、携帯のインターネットで十分だと思うんですが、私の場合、Zoom を使って授業をしないといけないので、ポケット Wi-Fi を使っているという状況です。そしてこのポケット Wi-Fi とは別に携帯でもインターネットを使うので、その携帯のインターネット代がだいたい3400円です。私は楽天という会社の楽天モバイルを契約しているんですが、
楽天モバイルはどれだけインターネットを使っても3500円以上にはならないのでおすすめです。契約するときに在留カードが必要なので、短期で日本に来る人は契約できないかもしれないんですが、長く住むつもりの人はぜひ楽天モバイルも検討してみてください。今回のこの動画、いろいろ宣伝してしまうかもしれません。案件ではないので参考に聞いてください。次は食費です。主にスーパーで買った食材のことです。それが32,900円。ちょっと高いですよね。目標は1ヶ月2万円以内だったんですが、クリスマスとお正月の準備でいろいろ食材を買ったのと、あとはフルーツがどうしても食べたくていろいろ買ったのでこの値段になりました。クリスマスにはチキンを買ったりとか、普段飲まないドリンク、ジュースを買ったり、お正月でも普段は食べないお餅をいろいろ買ったりしたのでちょっと高くなりました。あとは日本のフルーツ高いと言われていますよね。この間オレンジみたいな、グレープフルーツみたいな八朔というフルーツを買ったんですが、それが4つで400円ぐらいでした。1つ100円ぐらい。これは高いんですかね。よかったら皆さんの意見も聞かせてください。あとはね、うちによく食べる人が一人いるので、その人に美味しいものを食べてほしくていろいろ買いました。いい彼女。1週間の食費の内容はまた別に動画を撮りたいと思っています。食材の紹介と料理をしている動画を撮りたいなと思っていたので、またそこで詳しく紹介させてください。次は外食です。2万円ぐらい使いました。最近できた友達とご飯に行ったり、彼とご飯に行ったり、私カフェが大好きなのでカフェに行ってコーヒーを飲んだりしたお金です。外食が思ったより高かったかなと思います。日本で外食をすると結構高くなると思います。私は台湾に住んでいたので、台湾と比べると日本の外食は結構高いです。まあコンビニとかで買うなら外食ほど高くならないと思いますが、日本に長く住むつもりで節約をしたいなら自分で料理をする自炊がおすすめです。次は生活用品、日用品、雑貨です。トイレットペーパーや掃除用品のことですね。その生活用品にかかったお金が21,000円です。このうちに引っ越してきたのが10月、11月ぐらいで、掃除用品などが全然揃っていなかったんですよ。12月は年末で大掃除もしたかったので、掃除用品を多めに買いました。例えばこれはトイレをきれいに保つためのトイレスタンプです。これをトイレにスタンプすると汚れづらくなるらしいです。私トイレが汚れているのが好きじゃないので、こういう掃除用品大好きです。あとはクリスマスやお正月の動画で紹介した飾りをいろいろ買いました。私の大好きなダイソーさんで買ったものもここに含まれています。多分ダイソーで5,000円分ぐらいは買ったんじゃないかなと思います。次は洋服代。服や靴で28,300円使いました。冬なので冬用のコートや靴を買いました。今回の冬買って一番良かったもの、それがアームウォーマーです。もうほとんど毎日使っているのでちょっと古くなっているんですが、このアームウォーマー本当に買って良かったです。このアームウォーマー、指先と親指が出るようになっています。でこの手首のところもちゃんと守ってくれます。部屋の中が寒いけど暖房をつけるほどではない。手が冷える人、これおすすめです。私はパソコンでいつも作業をしているので、普通の手袋だとちょっと熱すぎて手が動かしにくいんですが、これだったら
この指先は自由に使えるのですごくいいです。あとは外出した時、例えば携帯を触りたい、お財布の中の細かいお金を取りたい時、これだったらこの指先が使えるので簡単に操作したりお金を取ることができます。あと外でちょっとしたものを食べたい時、手袋だったら全部脱いでポケットとかに入れておかなきゃいけませんよね。でもこのアームウォーマーは手首につけておけるんですよ。もうこれが感動的。こうなくさないで済むので、これがもう大好きです。でこのアームウォーマーはちょっと薄めなんですが、結構熱いアームウォーマーも売っているので、よかったら皆さん私とお揃いにしましょう。ぜひ買ってください。次は化粧品。私あまり化粧をしないのでコスメにはあまりお金を使わないんですが、最近スキンケアに力を入れているので、そのスキンケアの商品を買うために7100円使いました。私が12月に買って良かったなと思ったのが、無印の拭き取り化粧水と発酵導入美容液、この2つです。この拭き取り化粧水はメイクをする女の人におすすめです。私はメイク落としで顔を洗った後、この拭き取り化粧水をコットンに出して拭き取ります。そうするとメイク落としで落とせなかった汚れがそのコットンについているんですよ。ちょっと汚い、結構汚いです。顔の汚れはニキビとかの原因になるので、これおすすめです。その後、この発酵導入化粧水を顔につけて、その後化粧水乳液をします。これを使い始めてからお肌の調子が結構変わったと思います。ぜひ皆さん無印で買ってください。私のスキンケアの様子も日本語を教えながら動画にしたいと思っているので、ぜひそちらも待っていてください。あとは12月にアクセサリーを買ったので、それが1500円。あとは美容代。12月はネイルに行ったので、それが12100円です。これがネイルです。ちょっとぼやけているんですが、1ヶ月に1回交換してもらうので、ネイルでだいたい1万円ぐらい使います。次は交通費。私はどちらかというと田舎の方に住んでいるので、どこか出かけるときはバス、電車を必ず使わないといけません。それが5000円ぐらいでした。何回ぐらい出かけたかは覚えていないんですが、1週間に3回ぐらいバスに乗って、1週間に1、2回は電車に乗ったので、それぐらいの頻度で5000円ぐらい。もし毎日バス、電車で通勤をしないといけない人はもっとかかると思います。次は医療費。医療費が5900円でした。日本の保険に入っているので3割負担で5900円でした。足のむくみが気になって内科循環器科へ行きました。血液検査をして薬局で漢方の薬をもらってこの値段です。ちなみに体は健康でした。次、旅行代。この間動画で出したソロ活の時にホテルに泊まったので、そのホテル代が8000円。あとはジブリパークに行ったので、そのチケット代2500円。合計で10500円です。ソロ活ジブリパークの動画まだ見ていない人はぜひ見てください。最後はその他の娯楽です。ゲームとか本とかですね。私は12月映画を見に行ったりガチャガチャをしたりしたので、いろいろ合わせて3200円使いました。ガチャガチャはこれのことです。デパートや駅、空港でも見たことある人多いと思います。これを日本語でガチャガチャと言います。このガチャガチャ400円か500円でした。最近のガチャガチャちょっと高いですよね。クオリティも高いのでいいんですが、我慢できずにガチャガチャをしてしまいました。
これは私の大好きなアニメ、お邪魔女ドレミのガチャガチャです。はい、これで私の1ヶ月の生活費の内容を紹介し終わりました。合計を発表します。合計で19万5900円でした。だいたい20万円ぐらい使っていますね。これはちょっと使いすぎかなと自分では思うんですが、皆さんはどう思いますか？もう少し節約すれば15万円ぐらいで生活できるんじゃないかなと思います。言い忘れていたんですが、この合計には税金や年金などは含まれていません。住む場所によってかかるお金が違いますが、都会に住むならこれよりもう少しかかるんじゃないかなと思います。もしよかったら皆さんの経験談や感想を教えてください。参考になったよと思った人はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録も待ってます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次の動画で。じゃあね。おまけのところに使えますか？先生絶対変だよ。わかる人いないもんな。2024年の目標、節約できるかな？